はいどうも、キスケです。今回は限定星6オペレーターカミーユ性能解説及びパーティー予想をやっていきます。カミーユの性能が一部公開されて、どういったコンセプトのオペレーターか判明しましたね。戦技で弱体化や灼熱脆弱、連携技でリンク状態と SP 回復、必殺技で戦技を連携技に置き換えたりと、やれることが増えた明けくりといった感じです。予告番組で公開された性能だけでもとんでもないオペレーターだとわかるんでね、どんなパーティーが組めるか見ていきましょう。ただあくまで今回は現状出ている性能だけでパーティーを組んでいきます。詳しいダメージ倍率とかは度外視で話していきますんでね、それでもいいよという方は最後まで見ていってください。それでは行きましょう。それでは現状判明している性能を詳しく見ていきましょう。カミーユは灼熱属性の先方オペレーター。武器は長い武器です。通常攻撃は最大5段。敵に灼熱ダメージを与え、襲撃を発動すると SP を回復します。続いて戦技。カミーユが戦技を発動すると血の翼を召喚して敵に飛ばし、一定範囲内の敵に灼熱ダメージ、さらに灼熱付着を付与し、敵に血の翼を付与します。敵の体力バーの下にある翼のアイコン、これが血の翼状態ですね。この血の翼がついている敵は弱体化と灼熱脆弱が付与されます。弱体化というのはキャッチャーの必殺技でも付与できる効果なんですが、敵の攻撃力が下がる効果です。これがめちゃくちゃ強そう。タンタンが戦技で寒冷付着とアーツ脆弱を付与できてめちゃくちゃ強いじゃないですか。それと似た雰囲気を感じます。そしてこの血の翼は付与されている敵が倒されると近くの敵に移動します。雑魚敵が密集していればドミノ倒しのように翼が移動するということですね。さらにこの血の翼が付与されている敵に連携技を命中させると爆発による追加ダメージを与えます。ちょっと盛りだくさんすぎませんか？灼熱付着に弱体化、灼熱脆弱、連携技で追加ダメージ、敵が倒されると別の敵に翼が移動する。戦技一つだけでこれだけの効果があります。一応フィールドには一つの血の翼しか存在できなくて、再度戦技を発動すると現在付与されている血の翼が消えてしまうんですけど、まあデメリットというほどでもないですよね。続いて連携技。連携技は敵の灼熱付着が消費または吸収されると発動可能。これは灼熱を別の属性で書き換えたり、霊馬テインの吸収で起動するという意味です。敵に灼熱ダメージを与え SP を一定量回復します。さらに血の翼が付与された敵に連携技が命中するとリンク状態を獲得します。戦技のてんこ盛り効果だけでは飽き足らず、カミーユはリンク状態まで獲得できます。もはやできないことがないのではと思ってしまいますよ。ちなみにクールタイムをストップウォッチで測ってみたところ15秒ぐらいでした。最後に必殺技。必殺技を発動するとカミーユが空中へ飛び上がり、槍の雨を降らせ、続けて広範囲を切り払います。この必殺技では広範囲に灼熱ダメージと灼熱付着、さらに SP 回復、そして次に発動する戦技が強化連携技に切り替わります。もうここまで来るとどんな能力がついてても驚きは少ないだろうと思ってたんですけど、戦技が連携技に置き換わるというのはちょっと衝撃です。戦技が連携技に置き換わるということは当然 SP を消費することなく発動できます。さらに先ほど連携技は血の翼状態の敵に命中するとリンク状態を獲得すると話したんですが、強化連携技に関しては血の翼状態の敵じゃなくてもリンク状態を獲得できます。もうめちゃくちゃです。そして必殺技を発動することで戦技が連携技に置き換わるということはリンク状態の重ね掛けも
神優単体で可能となります。まず戦技で血の翼を付与。必殺技で灼熱付着プラス戦技を強化連携技に置き換え、何らかの手段で灼熱を消費。通常の連携技を発動でリンク状態。その後、先ほど必殺技で置き換えた強化連携技を発動でリンク状態の重ね掛けという流れです。まずリンク状態って重ね掛けできたんだっていう感じなんですけど、それを神優単体で行えるというのはちょっとヤバすぎるよね。リンク状態は次に発動する戦技が必殺技の余ダメージを上げてくれて、連携技は含まれていませんから、なかなか悪い使い方ができそうです。そして素質効果に関しては言及されていませんでした。映像を見た感じだと、連携技を発動した後に大量のバフを味方に配っているのが見えるんですけど、これが素質効果なのか、連携技の効果なのか、モチーフ武器の効果なのかはちょっと分かりません。正式リリース待ちです。以上のことを踏まえて神優で組めるパーティーを見ていきましょう。まず予告番組で紹介されていた神優をメインアタッカーとして使うパーティー、神優、ギルベルタ、ペリカ、アルデリアです。ギルベルタのアーツ脆弱、ペリカの感電、アルデリアの腐食、この辺りで神優をキャリーする編成だと思います。神優のダメージ倍率がどの程度かは分かりませんが、戦技も必殺技も結構攻撃範囲が広くて殲滅力がありそうですし、血の翼が付与されている敵がいれば連携技で追加ダメージが狙えるんで、意外と火力が出るのかなと予想してます。それでは予告番組で見れる立ち回りを見ていきましょう。まず雑魚的に自然付着がついている状態から始まってます。ギルベルタの戦技でまとめてつけたんでしょうね。その後神優の戦技で燃焼状態に変換。燃焼の持続ダメージで敵が倒れて、ドミノ倒しのように雑魚敵が散っていきます。敵が最後の一体になったタイミングで神優とギルベルタの必殺技を発動。神優からギルベルタと発動することで灼熱付着が腐食に変換されるんで、神優の連携技を発動できます。必殺技で置き換えた強化連携技も発動してフィニッシュです。見た感じだと血の翼が連鎖するところが爽快すぎますよね。雑魚敵が密集しているステージとかで大活躍しそうです。こちらも予告番組で紹介されていたレーバテインパーティー、神優、レーバテイン、ウルフガード、アルデリアです。レーバテインと組み合わせるのが一番王道っぽいですよね。神優で灼熱付着を繰り返しながら SP 回復やリンク状態を獲得、同時に灼熱脆弱まで付与されますから、レーバテインの火力はとんでもないことになりそうです。それでは予告番組で見れる立ち回りを見ていきましょう。戦闘開始直後、神優の戦技と必殺技を発動してまとめて灼熱付着。ウルフガードの連携技も発動し灼熱付着。そしてレーバテインの必殺技を発動していきます。重攻撃を当てることで灼熱付着を豪華に変換。これで神優の連携技条件を満たせるんで、連携技を発動してリンク状態を獲得。さらに先ほど必殺技で置き換えた強化連携技を発動してリンク状態の重ね掛け。効果が4つプラスリンク状態2段階、これを乗せた強化戦技でフィニッシュです。予告番組ではダメージの数値が出てないんでわからないんですけど、効果4つ、リンク状態2つ、血の翼で灼熱脆弱まで入ってますから、一体どれだけのダメージになるのか気になります。続いてロッシを採用したアーツ軸のパーティー、神優、ロッシ、ペリカ、ギルベルタです。このパーティーはロッシの必殺技火力がとんでもないことになる編成で、神優のリンクと灼熱脆弱、ペリカの感電、ギルベルタのアーツ脆弱、ロッシ自身の染まる爪痕、これら全てを付与したロッシは覚醒します。ぶっちゃけて言うとロッシは今でも過剰気味の必殺火力なんで、
ここまで上げる必要はないだろうって言われそうなんですけど、やはりロマンを追い求めたいですよね。強いて言うなら、今後追加される危機契約でこの過剰ダメージが活躍するかもしれないんで、ロッシュを持ってるなら引いておきたいです。ローテーションはまずカミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、ロッシュの戦技で染まる爪痕、そのまま完璧連携でクラッシュ3。このタイミング、ロッシュの完璧連携で灼熱付着が消費されるんで、カミーユの連携技が発動できるんですけど、使わずに握っておきます。その後ロッシュの重攻撃、カミーユの必殺技、カミーユの連携技、強化連携技、ペリカの連携技と素早くつなげます。ここの操作がだいぶ忙しくなりそうですが、成功すれば染まる爪痕、感電、リンク2段階、血の翼、クラッシュ3が付与されると思います。この状態でロッシュの必殺技でリンク状態を消費します。必殺技が発動した直後にギルベルトの必殺技でアーツ脆弱、これで絶大なダメージを狙います。必殺技さえ溜まっていれば SP 消費2でこの流れを行えますし、クラッシュが3つ付与されていることでギルベルトのアーツ脆弱が強化されます。これはね、マジで早く試してみたいローテーションですね。続いてバージョン 1.3 で追加される新オペレーターを2体とも採用し、ロッシュを物理軸で使うパーティー、カミーユ、ミフ、ロッシ、ポグラニチニクです。今まで過剰気味だったロッシュのクラッシュ付与をミフの猛撃で消費し、効率よくダメージを出していきます。限定オペレーターが3体も詰まったパーティーですから、さぞ強いことでしょう。で、現状はカミーユの SP 回復量がどれくらいか判明していませんし、ミフの戦技でどれだけ SP を消費するか分かっていません。ポグラニチニクまで採用して SP 回復が少し過剰になるようなら、耐久枠のエンバーとかに変更しても大丈夫です。ローテーションはまずカミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼、ロッシュの戦技で染まる爪痕プラスクラッシュ1、そのままロッシュの完璧連携でクラッシュ3、灼熱が消費されたのでカミーユの連携技、クラッシュ3なのでミフの連携技を発動、あとはミフの必殺技を発動してクラッシュ4、そのまま戦技の2段目3段目につなげて大ダメージみたいな動きが可能です。その後すぐにポグラニチニクの連携技とかカミーユの必殺技からの強化連携技で SP を回復できるんで、継続的に同じような動きができるというのは強そうです。最後はゾアンと組み合わせたパーティー、カミーユ、ゾアン、ペリカ、アンタルです。今までアークライトで稼いでいた SP をカミーユに任せる編成です。カミーユの連携技条件が灼熱付着の消費なんで、ペリカの戦技や必殺技を発動した後のゾアン戦技で感電に変換することでカミーユを動かせます。アンタルは灼熱と電磁両方のバフを負けるんで採用してます。カミーユのダメージ倍率が高かった場合はアンタルが役立つことでしょう。ローテーションはカミーユの戦技で灼熱付着プラス血の翼を付与、ゾアンの必殺技発動からの戦技で感電に変換、カミーユの必殺技で再度灼熱付着プラス SP 回復、カミーユの連携技、強化連携技を立て続けに発動してリンク状態を2段階獲得、ゾアンの戦技で灼熱を感電に変換プラスリンク状態の消費みたいな感じで動いていきます。合間にアンタルの必殺技とかペリカの連携技を挟んでさらにゾアンの火力を上げることができますから、割と強そうかな。今までのゾアンは電磁付着した敵に重攻撃を当てて連携技で感電に変換、そこから戦技を使って感電消費という流れだったんですけど、カミーユを採用することで戦技を打つだけの兵器になってもらいます。リンク状態のダメージアップもゾアンの戦技に乗るんで相性は良さそうです。いかがだったでしょうか。
今回は限定星6オペレーターカミーユで組めるパーティー紹介でした。職業が先鋒ということもあって汎用性が高そうですし、霊馬天やロッシュを持っている人は必須級のオペレーターになりそうですから、カミーユは引いておきたいですね。ちょっと性能盛りすぎやろとも思いますけどね。皆さんはカミーユを引きますか？コメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。